こんばんは。今夜は日本の怪談話を3つご紹介します。お休み前に少しだけお付き合いくださいね。それでは聞いてください。ムジナ。ある夜のこと。男が山のふもとの道を歩いていました。あたりは暗くて誰もいません。この日は静かな夜でした。しばらく行くと、道の隅に一人の女の人が座っていました。長い髪で顔が見えません。女は小さな声で泣いていました。うー、うー。男は心配になり、近づいて声をかけました。大丈夫ですか？すると、女はゆっくりと顔を上げました。その顔を見て、男はぞっとしました。女の顔には、目も鼻も口も何もなかったのです。つるんとした真っ白い顔。男は怖くなって走って逃げ出しました。街の明かりが見えてきたとき、一軒の小さな店がありました。男は中に入り、はあはあと息をしながら言いました。山で変な女に会ったんだ。顔がなかった。店の主人は何も言わず、ただ黙って背を向けたまま聞いています。本当に怖かったんだ。ここに店があってよかったよ。ああ、よかった。そこには長い沈黙しかありません。男の心臓の鼓動だけが
店の中に響いていました。男は唾をごくりと飲んで、店の主人に話しかけました。あんた、聞いてるのか？すると、店の主人がゆっくりと振り向いて言いました。こんな顔ですか？明かりに照らされたその顔は、さっきと同じ顔のない顔でした。子育て幽霊。ある町に小さな飴屋がありました。夜になると、もう店は閉まっています。ある日の夜、戸を叩く音がしました。トントン、トントン。店の主人が戸を開けると、女の人が立っていました。髪が長く、顔はよく見えません。赤ん坊に飴をくださいと言い、女は古い小銭を出しました。女は古い袋に飴を入れて、すぐにいなくなりました。それが何日も続きました。トントン、トントン、トントン、トントン。飴をください。ある日、店の主人は不思議に思い、こっそり女の後をついていきました。女は町の外れにあるお寺の中に入っていきました。そこには新しく建てられたお墓がありました。近づいてみると、そのお墓の前で赤ん坊が一人音もなく飴を舐めていました。誰も周りに人はいません。
それからというもの、女は現れなくなりました。店の主人は、あの時もらった小銭を見て驚きました。それは土で汚れた古く錆びたお金でした。誰がどこからあの飴を買いに来ていたのでしょうか。骸骨の嫁。昔、ある町に優しい男がいました。ある日、男は道で倒れていた女を見つけました。女は白い顔でとてもきれいでした。でも、ひどく疲れているようでした。男は女を家に連れて帰り、手当てをしました。女はすぐに元気になり、こう言いました。あなたのような人とずっと一緒にいたい。二人は自然と夫婦のように暮らし始めました。毎日が静かで穏やかな日々でした。しかし、ある晩のこと、男が夜中に目を覚ますと、隣で寝ていたはずの女がいません。不思議に思って探すと、女は隣の部屋にいました。暗い部屋の中で、女は座って何かを食べていました。男がそっと近づくと、そこにはガリガリの骸骨の女がいました。女は仏壇のお供えを手でかき集めて食べていたのです。その音は、くちゃ、くちゃ、くちゃ。男は大声を出して逃げ出しました。そして、それ以来、
女の姿を見た人はいません。その家にももう誰もいませんでした。今日のお話はいかがでしたか？日本の怪談話の感想をお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。裏飯屋。